ウィスカーウッド。新たな知見を得てキノコ栽培に革命を起こそうと新施設を建設するも神の怒りにより崩壊した我らがネッツ。しかし新たに研究を重ねなんとか地下でないキノコ施設であるキノコ丸の建設に成功。さあ今回も開拓頑張るぞー。まずはお城建設予定地工事現場の整理だー。ほぼ毎日修正して安全な作業現場を維持するのは悪徳領主レイムさんの業務。こんな感じになりそうろー。あと2段で予定している採掘は終了。これなら数日で終わりそうだぜ。安全確認よーし、ご安全に。ものすごい勢いで掘っとる、まさに人海戦術。ここの作業終わったらこの子たちどうしましょ。考えてないんかい。植林灯を使いやすくするための整地を先行して始めてるけど、ここも数日で終わりそうな感じ。整地するのはいいが肥沃度の回復が大変なんだよな。植林灯の燃料を取り寄せで備蓄するため、収納小屋を設置。細かい改善入りまーす。なお、ウトウ派の多いこっちの島を見張るため、先祖が忍者のマヨちゃんが日盛り担当してます。ずっと休耕させてるけど一向に回復傾向の見えない畑。浜辺は肥沃度ゼロから回復しない説。岩石除去してもうちょい様子見、ダメなら掘って埋めるが正解と見た。農業はほんと地道な研究の積み重ねだな。干拓後に埋めた土地なんか肥沃度最大 10% しかないところもあるし、岩石除去してもどうなることやら。肥料やれば 100% 超えるらしいから、それで土壌改善してから臨栽するとかかな。生産制限を設けて、在庫過剰時は生産を止めて土壌を回復させるのもありなんじゃないかと思ってるよ。徴税にも使うだろうし判断が難しいぜ。まあうちゃーきりーし売るんで。おい。そんな和菓子まで小麦の栽培ができるようになったぞー。だが栽培に適した土地はなーい。ネズミ謎生魚でも食っとれ、でも粉引き小屋の研究は進めるよ。さよか。誰だー、コンベアーに生魚入れたのは、私への当てつけか？草。で同日粉引き小屋の研究完了。研究派や。お次はキノコのシチューをよろ。でも次のティアーニの魚の串焼き作れるんだわ。今はキノコの量産待ち。みすぼらしい見た目のネズミが最近多いので、該当の在庫を確認したら全然足りてなかったよ。残業続きで着替えてないだけかと思ったぜ。原料の甘はあるから量産して解決しなきゃだ。仕立て屋も建てれるようになってるから、上位の該当への切り替えも考慮しても良さそう。本日の擦り切れた衣服のネズミは74匹。在庫の該当16着もすべて使い在庫はゼロ。初期に建てた老舗の機織り工房、倉庫機械と魚に占領されて効率落ちてそう。鳥間目の前の倉庫を整理しましょ。原料と完成品は目の前に格納するのが当然楽。そもそも余ってどこで栽培してたっけ？そこは覚えとけよ、管理がバカバだな。ふむふむ、左側の畑の方が広くて肥沃度高いね。では左の甘畑の隣に生産拠点を作るぞ。ちょうど倉庫もあるしここを開けて使えるように準備っと。仕立て屋で上位の該当を作るなら、機織り工房で作る布地も必要になる。たくさん建てた方がいいぞ。布地生産には糸も必要か。とりあえず擦り切れた衣服卒業のため、機織り工房をずらー。原料の甘は建物の真上に倉庫を建設。階段登る手間はあるが近いからよーし。完成した該当はコンベアーに乗せて下の倉庫に流す予定。食堂に近い方が着替えが楽かなと思ってね。余った時は隣の倉庫へ。待ってたぞ密輸業者。って今回は黄金31本も持ってきた。全交換も可能だったが次回もあると思い、1本だけ自重したレイムさんの図。めっちゃ遠いけどとんがり山の採取よろしく。はっきり言ってそこ開拓する意味なくね？意味はないけど達成感はあるんだよ。見事な資源の無駄遣い。キノコ丸、本日から本稼働だー。果たして生産量はいかほどのものかな？そういえばアプデで農作業の優先度指定できるようになったので、一応設定試しときましょ。オラー徴税人、冬から溜め込んだ魚を持ってけー。消費期限とかヤバそうな魚を使い地金を使わず上回る要求ですか。これでやっと倉庫に空きができたよ。山盛りの魚、これがにゃんこ流の豪快な船盛り。補給物資は延べ棒と鈴をゲット。移民船来たけど賛同がなく勤勉1匹だけ月中。ネズミたちの生活改善が急務だ。キノコ丸駐屯兵用の兵舎に、紅葉区の奴らが勝手に住み着いてたので強制引っ越し。まあ確かに紅葉区通勤も楽な場所だ。丸太が倉庫を圧迫気味なので野ざらし保管。ずる技入りまーす。補給船が来たぞー。帰れ。支払いを踏み倒す冬以外は全て門前払いの下道。節税です。わざわざ埋め立てして再度掘ったぞ。これで高さのある古いわけの塔が低く設置できるぞ。なんかおかしくね？あ、もう一マス下だったわ。
追加工事お願いしまーす。こらサボってないでキリキリ働けー。とんがり島の採取が終わり引き上げる2匹のネズミ。先を進むネズミ、後ろのやつを待たずにエレベーター乗り上がった。あの野郎後で絶対泣かす。雨の中エレベーター前に哀愁漂うネズミありけり。糸かなし。そのうち内乱とか起きそう。旗織工房が完成したので適正に合ったネズミたちをアサイン。でも旗織工房は探索者ギルドの管轄、間違えて義士ギルドの人材をねじ込むポンコツレイムであった。なんとか定時間際に掘り下げ工事完了。掘り下げるの大変で無駄かと思ってたけど、1日で終わるならやってよかったぜ。古いわけの塔では水を使うので水道管をつなぐぞー。無駄に長いパイプが無計画の証。本日は参道360フッカーツ。新品該当26着、擦り切れが68匹に減少。本日は天農家さんの運搬が楽になるように、コンベアーの再設置をしました。はい、一箇所ミスってます。気づいた君は名探偵だ。で植林島の聖地工事の指示出ししてたら、キノコのシチューレシピの研究が完了。まあ小麦粉は愚か小麦の栽培すらまだ未定。だけど次はパン工房を研究します。とりあえずティア1全部埋めとこうの精神。そう我らにはキノコ丸がある。でも農家棒立ちじゃねえか。成長待ちで暇な模様、ならば栽培地を増やしてやろう。絶妙にわからない農家の効率。超無駄に資材を使ったとんがり島の追加伐採場建設。通路の下に投入口やスライドを設置することで、足場を節約してまで無駄に作業するこだわり。今日は参道610回復。今日の街灯の生産量は36、順調に街灯が行き渡ってるぜ。定時上がりでシャワー入ったみたいで、くっさいネズミも47匹だけになったよ。定時上がりなら風呂入れよ。節税したから徴税が少ない。私の金地金ちゃんフルバーストなら19本で最大納税できるね。まあやらんけど。やらんのかい。でも魚や丸太その他諸々の在庫処分も兼ねて、最大量の納税だー。返礼品の補給物資のラインナップも豪華。これは楽しみだぜ。そして送りつけられる予備の廃品と錆びた機械に古くなった食料と農具。猫さん新品はくれません。でも前から気になってた肥料が88個ももらえるのがありがたい。これで肥力度上げられそうだ。もう一枠は機械で。54個もあれば当分海賊に渡す物で困らないぜ。早速肥料使おうとも考えたけど、まだ岩石除去中なので肥料用に倉庫を建設。倉庫はしっかり用意しないとほんと整理が大変。輸送担当の業務が山積みになってる。おっとパン工房の研究終わったか。お次は使い道がないと有名な海洋放出管で。無駄でもいい、全開放がしたいんだのず。気がついたらとんがり島東南の埋め立てが完了しておりました。確か鉄鉱脈がありそうな島だな。倉庫に石余ってるからそこついでに埋めといて。いつか甲府の宿舎とか必要になるかもしれんし埋めといて損はないかな。雨織工房を視察中。上の倉庫から原料を取り出し、投入口から街灯が流れる様子を確認。あとは人員を集めて大量生産開始だ。参道開封。本日は街灯42着配布、明日には全員着替えが終わるかな？本日は大規模人事異動を行うぞ。採掘担当は職場を間違えないように注意するように。暇そうな奴は甲府じゃなくても掘らせてたからここらで一旦整理。完成した古いわけの塔は甲府ギルド管轄かつ、汚染に耐性がふさわしいので人選が難しかったよ。アプデで生産量が増え燃料が余るようになったので、島正面の炭焼き窯もついに統廃合。で残った甲府を採掘キャンプに再度割り当て、キャンプ地も移動して効率アップ、城の基礎工事がやっと終わりそうだ。サザンクロストンネル前にも採掘キャンプを設置。トンネルの拡張工事か？ぐわっとトンネルの天井を掘削して、そこに水道管やコンベアーを通そうと計画しております。それは便利そうだ。でもやっぱやめたおい。今始めると上の採掘キャンプの奴らも参加しちゃうからね。旗織工房で働いてもらうため、探索ギルドから職人ギルドへの転職を行うぞ。だが旗織工房が探索ギルドの管轄なので、やりたいことの真逆の行動をしているレイムさんの図。はぁ？愚か。指導者も生徒も不思議な力でつまんで投稿だミスする時も全力投球。海賊さんが来たので機械と余ってる燃料でお支払い。もうほぼ空気なので全カットでいいと思う。はい、無駄研究が完了。自分で無駄言うなよ。研究してくれた博士がかわいそうだろ。お次は調合所か。診療所で使う生理食塩水や風呂で使う石鹸が作れる施設。そこら辺の草でも食わせておけ。ネズミならそれで治る。埼玉人扱い。
密輸業者さん、前回31本も地金持ってたのに今回は9本だけとな。予想外の少なさで桐石倉庫が整理できず。島のシンボル的だった無駄に高いエレベーター、採掘で山が削られついにここまで短くなりました。お役ごめん。山道が回復してやっとまともに移民受け入れられるようになったぜ。3匹月中。あばーあばばばばばばば。教育が終わり割り当てようとしたら、旗織工房が探索者ギルド管轄だったと気づいたレイムさんの図。久々にやり直したい衝動に駆られたよ。ダメです。糸かなし。教育しちゃったから探索ギルド員足りなくなっちゃったよ。探索ギルド員集めに奔走。結局技術ギルドから探索ギルドへ再度転職。教育すると期待水準が上がっちゃうけど、この子みたいにもともと星4なら問題あるまい。他の奴らも期待水準の低いものを選抜。天倉庫が近いのでそれを使うロープ生産と、ロープから漁網も作ろうかと考えやめた時の様子。おい。効率アップさせんでも現状余ってんだわ。まあ無理に移転する必要はねえな。てなわけで街灯の増産は大してできず、擦り切れ衣服解消にはならず。一応参道は少し増えたぜ。キノコの生産が軌道に乗ったので、魚の串焼きの生産を開始。満足度星3の高級料理。作業動線も問題なさそう。これも増産できそうだね。このメイン画面上に表示させたい資源を選択可能って書かれてて、これを見るたび、選択可能じゃねえ、選択の仕方を教えろ。と内心叫んでたんだけど、アイコンクリックしたら選択できたわ。おバカ。そんなわけで上部に表示できるようになりました。で生産制限の管理事務所のことも思い出したので県成立。場所は応答派が多く住む植林島。やっと旗織工房のメンバーが探索ギルド員で揃えられたよ。ボンミスのせいで無駄に時間かかっちまったぜ。お次は贅沢品供給所の建設開始。場所は夜間賑わう食堂前。だが贅沢品どころか街灯すら足りぬ悲しい島。わかったよ。作ればいいんでしょ街灯。逆切れ気味に残業指示。自分は一切働かぬ。これが悪徳領主のやり方だ。石も余ってるから石切り工も残業して片付けてね。街灯ついでにとばっちり残業を食らう石切り工。じゃあみんな平等にってことで今日は農場も残業ね。本日は残業フェスティバル開催です。過労で倒れても大丈夫。生理食塩水が作れるようになったよ。だが作れるだけで作る予定はない。蒸気ボイラーを冬までに欲しいから、次のティア2に進もうか若干悩むね。ティア2研究分の制度は足りるけど、蒸気機関の研究分の制度があるかが微妙ライン。蒸気関連建設には鉄も使うからこの航路も欲しくなるだろうし、結局研究で使う制度が足りなくなりそう。ティア2に上げたら期待水準もさらに上がるし考えもんだな。先に生活水準上げとかないと後が大変になるぞ。しゃあない地道に缶詰工場でも研究しましょ。あ、コンベアミスっとる。ボンミスやっと気づいた。いやこれ建設時に宅配が来てね。言い訳すな。まあ直したところで倉庫詰まってるけどね。うちのレイムさんはお片付けができない子。おら残業飯食ってこーい。場所が遠いからとつまんで急いで飯を食わせ、また働かせようとする鬼畜。おらこれだけ街灯作れば文句あるめー。数日前までは1日20着も作れてなかったのに一気に70着生産。擦り切れた衣服も5匹まで減ったどー。星3の魚の串焼きも出回り、着実な発展を感じた。管理事務所が完成したので、応答派で博士とよく喧嘩してた助手を割り当てました。植林島に引っ越しすれば喧嘩することももうあるまい。倉庫の設定次第で生産制限はしなくてもいいと思うけど、一応前に作りすぎた漁網やハサミなんかを300に制限。アなんかも作りすぎると土壌の肥沃度下げそうなので、300までの制限としました。は徴税にも使えるから量産してもよくね。まあその辺は大きな畑で栽培可能になったら考えるよ。さいですか。さて昨日の残業で街灯は在庫ができたので、次は布地の生産にレシピを変えたいところなんだけど、布地生産に必要なのはじゃなくて糸なんだよな。糸が作れるのは旗織りじゃなくて織り工房、ここでから糸が作れます。なお布地が用意できたら仕立て屋を建てて、布地から仕立てた街灯や寝具が作れます。まずは布地のために織り工房で糸を量産だぜ。あいよ。てなわけで織り工房を上に増地行く。今回は海外兄貴の動画で見た、加工スライドの使い方をパクってみました。この方法でも資材流せるのか、これは目から鱗だな。エレベーターもある3軒並んだ織り工房の設計が完了。この投入口から下の倉庫に糸が流れ、下の旗織りが布を作る3段でございます。だというのにここにコンベアーベルト設置できないとは。いわゆるやっても歌である。設置できそうに見えるのに。
結果少し修正しました。投入口を建物の間に移動で解決。こっそり大規模埋め立てが完了したけど、まだ倉庫に石が流れてる状況なので追加で埋め立て。この倉庫を開けないとコンベアーが詰まっちまうので仕方なし。植林等の採掘は少人数だけど意外とスムーズに進んでる模様。これはどこまで平らにするか悩むな。植林したいだけの場所だし。徴税人を出港5秒前まで待たせて、フル納税だー。金地金を13本も出す、霊夢にしては大盤振る舞い。うおー、数年ぶりに設計図出たー。このタイミングでまさかの設計図。ではこのジャムパンと肥料をいただきましょ。この島パンは愚か小麦すら栽培してないがな。ネズミは生魚食わしときゃいいんだよ。魚の串焼きも作り始めたし必要になるのはいつになるやら。今回は使える移民が多い。この移民で総人口が203匹、200匹の大台突破だぜ。山道も1日で1000を突破、これは嬉しい。ネズミたちの暮らしもだいぶ充実してきたぜ。翌日次の問題点を洗い出そうと調べてたら、どうやらまだ汚れた毛皮のネズミが多数いる模様。残業ねえ日に風呂入れよ。てなわけで夕食帰りに通いやすい食堂2階にシャワーを2軒増置行く。水道管が繋ぎやすかったので、ついでで噴水2つも設置された。そしてこの時気づいてしまう、古いわけの塔稼働してないやんと。ここの水道管繋がってません。こういうのは声を大にして言ってよ、気づけないよ。ミスしたお前が悪い。舌打ちすな。噴水で思い出した、この視聴者の噴水水道管見えててダサい。タンク直つなぎなんだから埋めときゃええんや。どうでもいいところだけど見た目はだいぶスッキリしたぜ。これにはにゃんこも思わずにっこり。ついでにここにも噴水マシマシ。空きスペースが綺麗に装飾された。ここが君の新しい職場だよ。雨織工房が完成。これで糸の生産が始まるぜ。密輸業者もっと金を分けてくれー。密輸なんだから静かにやれ。7本しか分けてくれなんだ。城建設予定地の採掘現場は残りこれだけ。今日中に終わりそうだ。無事定時内で作業完了。明日からの君たちの新しい職場はこっちだー。通勤超遠い鈴鉱石の鉱脈の島。しばらくは私が不思議な力でつまんで送り迎えするよ。嫌な通勤手段だな。私だって嫌だよ、めんどい。だよな。もちろん掘った鉱物はコンベアーを使って倉庫まで運搬。さすがにこの距離運ばせるのは効率的にも辛いものがあるぜ。まあ効率化はもっとするけど、とりあえず研究に必要な精度分だけは鈴掘らないとね。だな。とりあえずはサクッと掘れる地表の鉱物をセンターク。溶鉱炉がフル稼働するくらいの在庫は欲しいな。でこちらには石専用で小型倉庫を建設。意味はないかもだけど穴ぼこを埋めて、余った石も埋め立てに使うつもり。石の地表地産。明日から本稼働する雨織工房の最終チェック。ネズミの割り当て用紙、補助物資用紙、投入口用紙。ついにお城の土台の掘削が終わったか。ここまでやりきると達成感があるね。使い終わった採掘キャンプを端っこに移動させ、空いた穴ぼこを埋めるため盛り土を配置した。今日の参道は1250、数日前までゼロだったのが嘘のよう。まあゼロだったのは10日以上前だから実際に嘘だな。細けいことはいいんだよ。こうして若干参道ピンチになりながらも復活し、ネズミたちの島開発は続くのであった。では新しい雨織工房が完成して職場にウキウキ出勤するネッツたちを見ながら今回はここまで。地獄の採掘工事用やったと思っていただけたら、グッドボタンよろしくお願いいたします。不屈の精神の源泉です。少しずつ全身視界的な生活を手にしつつあるネッツ。しかし地獄の採掘が終わっても新たな地獄が始まるだけだ。続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。